フィールド曲でもテンションやや上げさせてくれる感じ。そうですね、すごい開放感のある曲ですよね。確かに。皆さんこんにちは。テイルズオブシリーズ IP 総合プロデューサーの富澤です。テイルズオブ YouTube チャンネル管理人の戸井くんです。はい、今回もよろしくお願いしますということで BGM 集、はい、それの第3回目です。ということで今回はダンジョンだとかフィールドですね。なるほど。の曲を、これも厳選された7曲。そうですね。皆さんからいただいたリクエストをもとにご紹介をしていく形になるとは思いますが、なかなかねダンジョン曲や特にフィールドも周回したりするのでね、ループで聴く方も多い曲たくさんあると思いますけど、特に高難度ダンジョンとかだと何時間俺はここにいるんだっていうまたこの曲それでは1曲目からいきましょう。まずはこちらです。はい、こちら、第1作「テイルズ・オブ・ファンタジア」より「ザ・セカンド・アクト」。こちらはですね過去フィールドの、BGM になっていますね。現在過去未来と渡り歩くわけですが、さまざまなフィールド曲がある中で今回はこの過去編のフィールド曲選択させてもらっていますが、これ PS 版の音源なのかな。そうですね、はい、一番海外でも売れている作品なので皆さん耳なじみがある方が多いんじゃないかな。それでやっぱ票が集まってるところもあるのかな、同じファンタジアでもやっぱり音源のパワーというか違いをやっぱ感じるところありますね。なんかフィールド曲っていう感じがしますよね。開けた感じというか、開けた感じいざっていう感じがやっぱりして、これもやっぱドラマチックな曲ですよね、本当に。桜庭さんですかねこれ、フィールド曲でもテンションを割とやや上げさせてくれる感じ。そうですね、じわりとした高揚感がありますよね。2曲目はこちらです。はい、続いては2003年にゲームキューブにて発売されました「テイルズ・オブ・シンフォニア」より「ラストバトル・ディシジョン」。こちらはねもう最終決戦に至るところのベントヘイム、こちらのダンジョンで流れる BGM となっております。ここからは、そうです、もういよいよっていう場面なんで、特にあとダンジョンが長いのも相まって皆さんすごい記憶に残ってる方多いんじゃないかな。そうですね、終盤のダンジョンっていうのはさっきもね言ったけれど本当に印象深い方が多いというところあるんでしょうね。はい、コメントは、いただいてます。当時の倍ほどの年齢になった今でも鮮明に覚えています。最終決戦に挑む覚悟を感じられる曲ですというコメントをいただいてます。そうですね、このメロディアスなねところとかがやっぱりちょっと気持ちとの高ぶりとリンクするところがありますよね。はい、フィールドと今ダンジョンとちょうど一つずつご紹介させていただきました。じゃあ続いて気になる3曲目いってみましょうか。こちらです。続いては2005年プレイステーション2で発売されました「テイルズ・オブ・レジェンディア」より「鳥は鳴き僕は歌う」という曲ですね。これはもう映像にもあるとおり印象的なね階段滝地のモニュメントで流れる曲ですと。歌だね。そうですね、ボーカルがしっかりボーカルが入ってる、これはまた椎名さんらしい、ね、印象本当深い非常にね爽やかな曲で、皆さんの印象にも残っていたということですが、コメントもいただいていますか。はい、BGM 全部が素晴らしい、レジェンディアの中でも特に好きですというコメントを入ってます。ありがとうございます。これも2005年ということでね、歌物っていうかねこのコーラスが入ってくるっていうのはまた
進化を感じたところだったと思いますし。そうですね、確かに昔のハードだとやっぱり容量とかの関係でコーラスとかはそんなには多くは入らなかったりしたものなんですかね。やっぱりファミコン版では当然難しかったし、スーファミ版では、プレイステーション、そしてこれも2だよね、はい、となると、この辺も入れられるようになってきたんで、もう椎名さんがここぞと入れているんじゃないかなと、その後の椎名さんのねいろいろ楽曲の弾けっぷりというところも含めてレジェンディアっていうのは本当にあの人って言っちゃいけないけどどうしても、ね、仲いいんでいろいろ思うところあるんだけど、しかも、ね、コーラス男性のボイスも入ってるってところで、このアンサンブルってところまでね印象的な曲ですね。次はもう4曲目になります、何が来るでしょうか。こちらです。はい、これ来ましたね。同じく、テイルズ・オブ・レジェンディアよりシャーリーを追ってですね。これはもう皆さんご存知の、25周年の記念放送の時にも椎名さんには演奏までいただいた、そうだったね、世界一おしゃれな下水道曲ということでね毛細水道というダンジョンで流れるダンジョン曲なんですが、バイオリンの、ね、音を基調とした本当に印象的な楽曲に乗りながら下水道を追うという、ところですね。これが流れてる街とかに行きたいですよね。なんか街はなくて下水道なんですよはい、というところでね、これたくさんの票を集めて、なんとレジェンディア、今回の紹介では2曲エントリーというところですね。はい、もう4曲目まで来ましたけど、次はどこだろう、時代的にはもう2005年まで来てるわけですけれど、でもあと15年分ありますから、15年分あとでも残り3曲ですよ。残り3曲、初回でご紹介した通りこの7曲しか入らないわけじゃない、もちろんもちろん、最終的には。じゃあ5曲目いってみましょうか。はい、こちらになります。こちらも2005年に、プレイステーション2にて発売されました「Tales of the Abyss」より「The Last Chapter 最終章」という曲ですね。こちら本当に終盤に流れるフィールド曲になってますが、これどういうタイミングだったんでしたっけ。これはあれですね、1を1回倒してから、その先に流れるフィールド曲ですね。もう髪も短く切ったですね、ルークも一応心を、改めたじゃないですけれども、少し考え方が変わったんですが、まだ少し吹っ切れてはいないようなタイミングですね。なんかその辺の心情とこの曲っていうのがすごくなんかリンクしている、そうですね、皆さんも多いんじゃないかなと。私は特にこのねアビスはもう本当8周だの9周だの遊んでるんで、もう何度聞いたことかっていうじゃあもうこのタイミングも何度迎えたかというところですね。はい、アビスからのエントリーでした。6曲目になります。はい、何が来るのかこちらです、どうぞ。続いては2015年にプレイステーション3で発売されました「Tales of Zestiria」より「水の調べは霊夢の導き」。こちらは、水の試練と呼ばれる、遺跡ルーフェイで流れるダンジョン曲ということで、これは難しかった。そうですね、もう曲以上にこのダンジョンのことが忘れられないって思ってる人多いんじゃないかな。そうだね、目目今出たね。はい、ということでかなりこれは皆さんねリトライというか、長くこのダンジョンを楽しまれたのではないかというところもあって、ただね曲がこの流麗というかね、そうですね、まさにこの水の試練と言われればその通りな
このテンションの曲ということで印象に残っている方多かったようですね。はい、今まで過去オーケストラ手よけの方で2回ほど演奏されていて、後ろに映像が流れるんですけれども、映像の中でも見つかってスタート地点に戻されるっていうのがオーケストラの中でも採用されていたので、みんな感動しながらわーって曲を聴いていた時に、つらっていうのを思います延々と続く感じも含めてこの曲のねなんかイラッとしますね思い出しますね。はい、あっという間に7曲目、最後のセレクションになります。どの曲が来るのか皆さん想像できますか？こちらです。はい、こちら2016年、プレイステーション4、プレイステーション3で発売されましたテイルズ・オブ・ベルセリアより Run into the Horizon ですということで、これはねダーナ街道と草原フィールドの BGM なんですけれども、一重になんか開放感っていうかね、爽快感みたいなものをぐっと感じさせてくれる印象的な曲でしたね。ここまでの旅路が結構暗いところからのスタートでしたから、ここら辺からなんか一気に開ける感じっていうものが曲ですごく感じられたのはよく覚えてますね。すごい開放感のある曲ですよね。確かになんかそういう意味ではフィールド曲としてのなんかテンションとしては戻ってきた感じがね、やっぱいろいろドラマ的には辛いこととかポップな展開とかあるんだけど、基本のこの爽快な開放感のある旅みたいなテンションっていうのはテイルズにみんな求めてるものというか、ここの曲の展開みたいなところも含めてらしさをやっぱり毎作感じさせてくれる曲っていうのはやっぱあるわけですけれど、特に一番最近のタイトルというのもあってより記憶が鮮明な方も多いんじゃないかな、そうかもしれないね、思いますね。7曲、はい、お送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。ダンジョンやフィールド曲ということでお送りしたんですが、なかなか面白いねこの切り口も。はい、そんな感じで第3回は、お送りしたわけですが、今回のサウンド編は残すところあと1回ですね。次回は何になるんでしょう。はい、次回はイベントシーンですね。イベントから曲を取ってきております。これは印象的な名シーンとも被ってくるんじゃないのって気もするけど、聞く回数はやっぱりフィールド曲とかバトル曲に比べるとやっぱり少ないとは思うんですけれども、1回とは言わないけど本当に限られた。はい、じゃあそんな感じで次回も7曲厳選されたものをお送りしていこうと思いますので、ぜひ次回も聴いてください。はい、というわけで今回以上となります。この番組面白いなと思っていただいた方は高評価ボタンとチャンネル登録忘れずにお願いいたします。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。